皆さんこんにちは、みやまです。今回はですね、現在開催中の Amazon プライムデーでお得になっているアイテムの中から、私が実際に使ってよかったなと思ったおすすめのアイテムをいくつかまとめてご紹介したいなと思います。紹介したアイテムは概要欄にまとめておくので、気になったものがあったらそちらチェックしてみてください。あともうおすすめのアイテムだけババッとまとめてみたいよっていう方はいつも通り Amazon ストアフロントの方に全てアイテムまとめてあるので、ここで紹介しきれなかったものも含めそちらでチェックしてみてください。あとプライムデーでは毎回恒例のポイントアップキャンペーンだったり Kindle Unlimited の無料キャンペーンだったり、いろいろお得なキャンペーンが実施されているので、そのあたりに関しては概要欄にエントリー用の URL など載せておくので、各自ですねチェックの上エントリーなど忘れずにしておいてください。まずはですね、ガジェット系の中でもオーディオ関連のものからご紹介していこうかなと思います。ということで一つ目のアイテムがこちらですね、 AirPods Pro 3になります。おそらくですね、今回のプライムデーのセールアイテムの目玉の一つなんじゃないかなと思います。 AirPods Pro シリーズで、一番新しいタイプのものをですね。でやっぱりですね、 iPhone をはじめとした Apple 製品との相性がこれ抜群なんですよね。私もたくさんイヤホン持ってるんですけど、なんだかんだやっぱりこの AirPods Pro 3が一番使用頻度が高いイヤホンになってます。で音質だけで言うと、同価格帯の他のイヤホンもいいものはたくさんあるんですが、やっぱりノイズキャンセリング機能と外音取り込み機能がもうダントツでいいんですよね。もううるさいカフェとか移動中の地下鉄で集中したい時にも使えますし、逆に周りの状況をある程度把握しながら仕事したいなみたいな時とかもなんだかんだで使えてしまうということで、もうどんなシチュエーションでもストレスフリーに使える本当に優秀なワイヤレスイヤホンだなっていうような感じですね。今持ってる AirPods シリーズが古いから買い替えたいなっていうような方だったりとか、やっぱり Apple 製品と親和性が高いワイヤレスイヤホンが欲しいなみたいな方は買い替えるいいチャンスなんじゃないかなと思うので、この機会にチェックしてみてください。でこれ先行セールの時点でかなりの売れ筋アイテムになっているので、商品ページを見るタイミングによっては在庫切れになってる可能性もあるかもしれないんですが、ちょこちょこですね在庫切れになってるアイテムを復活していたりするので、狙っている方は定期的にページチェックしておくのがおすすめです。でちょっと AirPods に関連するアイテムもいくつかご紹介しようかなと思います。で今回おすすめのケースでセールになっているものが2つありまして、まずこちらですね。このカラビナ付きのレザーイヤホンポーチも今回セール対象になってます。 AirPods Pro シリーズと本当にサイズ感ドンピシャとなっておりまして、こんな感じで AirPods Pro 3が本当に綺麗にぴったり収まるようなサイズ感になってます。丸カラビナもついているので、バッグだったりとかにもぶら下げて持ち歩くことができるような感じになってます。合皮なんですけど脂肪加工してあるおかげで高見えするような感じですし、ミニマルなデザインになってるので、仕事用のバッグにもお出かけ用のカジュアルなバッグにも両方ともに合わせやすいんじゃないかなと思います。こちらはですね AirPods Pro 3専用のハードタイプのケースになってます。スーツケース風のジェラルミンの見た目がめちゃくちゃ可愛くてですね、基本的にはこれ AirPods につけっぱなしにするタイプのケースなんですけど、ちゃんとですねここの光る部分の LED ライトの色も確認できるような感じになってますし、しかもですねこの前側のスーツケースの持ち手の部分がロック機構になっているんですよね。なのでここロックつけてたら蓋が勝手に開かないようになっているので、バッグの中にこのまま入れておいてもこのイヤホンだけポロッとどっか行っちゃうみたいなことも防げるので、その点でも非常に気に入ってます。サイドにストラップアーナもついているので、私はですね自分のお気に入りの8割れのストラップをこんな感じでつけて使ってます。続いてのおすすめアイテムがこちらですね。イヤホン2つ目なんですけど、とうとうですね私の大好きなビクターのウッドマスターがセール対象となっております。去年の年間ベストバイにも入れたぐらいのもう超お気に入りのイヤホンなんですよ。何がいいってとにかく音が本当に良くて、木のドライバーを使っているんですけど、温かみがあって柔らかい音なのにちゃんと高解像度に聞こえるっていうような、なかなかですね他のイヤホンでは聞けない唯一無二の音作りっていうのが楽しめるような感じになってます。であとはですね、もうこれ見ていただいた通りなんですけど、見た目がめちゃくちゃかっこいいんですよ。ケースも結構高級感がありますし、所有欲を満たしてくれる感じとかも非常に気に入ってます。
で音質はもちろんなんですけど、ノイキャン機能と外音取り込みも割といいんですよね。 AirPods Pro 3ほどではないんですが、全然実用的だなっていうような感じなので、音質重視でなおかつ柔らかいけどいい音っていうのを試してみたいなみたいな方には断然おすすめのイヤホンになってます。じゃじゃーん、続いてはおすすめのヘッドホンなんですが、こちらですね、ナッシングヘッドホン1になります。個性的なデザインで有名なナッシングから出ている一番ハイエンドのヘッドホンになりますね。ナッシング独特のですねスケルトンデザインがもうそのままヘッドホンになったよっていうような感じになってまして、もう身につけてるだけでめっちゃテンション上がります。で音質に関しては基本的にはフラットな仕上がりですね。モニターヘッドホンっぽい癖のないすっきりした音かなと思います。でノイキャンと外音取り込みに関してなんですけど、ノイキャンはですねめちゃくちゃ強いというわけではないんですが、カフェとかで集中して作業をしたりする分には実用上全く問題ないレベルかなと思います。で外音取り込みに関してもめちゃくちゃ自然というわけではないんですけど、ノイキャンから外音取り込みに切り替えた時に外の音が聞こえるなっていうような実感はあるので、全然実用性としては問題ないんじゃないかなっていうような感じですね。で操作に関しては基本的にですね物理ボタンでできるようになってます。で面白いのがここの上のですねちょっと丸っぽいボタンなんですけど、スクロールできるんですよね。なので回して動かしてあげることによって音量調整が結構感覚的にできるようになっていたりするので、操作感も結構いい感じなんですよね。デザインと機能性とあと音質の全体的にいい感じのバランスで作ってあるっていうような感じなので、見た目が好きっていうのであれば結構買って損はないんじゃないかなと思います。続いてはですね、スマホ関連アイテムの中でもおすすめのものをいくつかご紹介していこうかなと思うんですが、まず1つ目はこちらですね。オモトンのマグセーフ対応のスタンドになります。前回の買ってよかった動画でもご紹介したものなんですけど、まずここのですねマグセーフの部分の磁石がめちゃくちゃ強力なんですよ。結構がっちりくっついてくれるので使ってて本当に安心感がありますし、ここのマグセーフの他に裏面も結構強力なネオジム磁石が仕込まれているんですよ。金属面とかにこうやってガチッとつけて、で自撮りしたり動画見たりみたいなことができるようになってます。でこのマグネットの他にもいろんな固定の仕方ができるようになっていて、側面にちょっとした足がこうやってパカッと開くような感じになってるんですけど、自分の好きな高さになるように足を広げてあげて、でスマホを固定してみたいなことができるようになってます。でさらにですね、ここの L 字になってる部分なんですけど、これなんとこんな感じでクランプ式になってるんですよ。デスクだったりとか、ちょっとした板にバチッと挟み込んであげて、でも好きな角度に調整して、でスマホこうやって固定してみたいなこともできるようになってます。最大限伸ばしてあげるとちょっとした自撮り棒として使えるぐらいの長さにもなってくれますし、あと何よりもすごいのが角度調整の自由度の高さですね。こことこことこことあとここですね、いろんな角度に、くるくる調整することができるので、その点でも非常に気に入ってます。上の部分なんですけど、これなんとカラビナになっているんですよ。なのでバッグの持ち手とかにこれでカチッとつけてぶら下げて持ち歩けたりもするので、使い勝手いいんじゃないかなと思います。スマホで撮影する機会が多い方で、特にですね画角の自由度重視の方とかにはかなりおすすめのアイテムになってます。続いてはですね、モバイルバッテリーを容量別でそれぞれちょっとおすすめのものをご紹介しようかなと思います。でまずは CIO のこちら、めちゃくちゃ薄いマグセーフ対応のモバイルバッテリーですね。これがですね厚さが 5mm ぐらいしかなくて、重さもですね 80g ぐらいしかないです。もう超コンパクトなマグセーフ対応のモバイルバッテリーになってます。で容量は 3000mAh のもう本当にちょい足し用っていうような感じではあるんですが、もうこの薄さだとですね、もうあらゆるちっちゃいバッグに入ってくれるんですよ。なので持ち歩きにめちゃくちゃ便利なんですよね。でしかもですね、これなんと Apple の探
探すアプリに対応しているので、どこか外出先で置き忘れてきてしまっても iPhone で探すことができるようになってます。で、なんだったら家の中であれどこ行っちゃったんだろうみたいな時も iPhone で音を鳴らして探すこともできるようになってます。で、私が持っているのがこれブラックのカラーなんですが、今回セールになっているのはシルバーのみだと思うので、ちょっとその点だけご注意いただければなと思います。ただシルバーもですね、めちゃくちゃかっこいいです。続いて 5000mAh の容量でおすすめのモバイルバッテリーがこちらですね。ここにですね、充電用の USB-C がこんな感じで折りたたみ式で内蔵されているタイプのアンカーのモバイルバッテリーになります。いや、これだいぶ前から発売されてる機種ではあるんですけど、結局なんだかんだこれが本当に便利なんですよね。直接ですね、 iPhone にガチッと挿して、はい、この状態で充電がもうずっとできるっていうような感じで、しかもこれですね、差しっぱなしにした状態のまま iPhone ずっと使っていられるんですよ。これ意外とですね、しっかり刺さってくれて落ちないんですよね。なので外出先でも結構使いやすいような仕様になってます。持っているスマートフォンがマグセーフ対応じゃないんだよなみたいな方にも結構おすすめですし、 USB-C ポートがついているものであればワイヤレスイヤホンとかにもこんな感じでカチッと差し込んで充電してあげるみたいなこともできるようになっているので、しかも充電出力も 22.5W と、しっかり急速充電対応してくれているので、なるべく充電速度は早めの方がいいんだよなみたいな方には非常におすすめのモバイルバッテリーになってます。で、私が持ってるのはこれ USB-C 端子がついているタイプなんですけど、ここの端子がライトニングになっているバージョンも今回一緒にセールしているので、少し古いタイプの iPhone 使っている方の場合はそちらのですね、ライトニング版ぜひチェックしてみてください。で、1万mAh のおすすめモバイルバッテリーがこちらユーグリーンのものですね。容量がたっぷり1万mAhあるので、充電をし忘れてしまった iPhone と一緒に持ち歩くみたいな時も結構安心感がありますし、でしかもですね、これワイヤレスの充電は Qi2 対応なので最大 15W 出力で充電することもできますし、なんとですね、こちらにこんな感じでケーブルも内蔵されているので、こちらの有線ケーブルを使って充電する場合は最大 30W での急速充電が可能になってます。ワイヤレスの方ではスマートフォンを充電して、ケーブルの方ではワイヤレスイヤホンを充電してみたいな感じで、複数デバイスの同時充電も可能になっているので、持ち歩く充電デバイスはできるだけ一つで済ませたいなみたいな方にも非常におすすめになってます。容量が1万mAhあるモバイルバッテリーの中では割とですね、持ち歩きやすい大きさなんじゃないかなと思うので、気になった方はぜひチェックしてみてください。続いてはですね、おすすめの充電器3つなんですけど、それぞれちょっと用途別にご紹介しようかなと思います。まず1つ目のおすすめ充電器がこちらですね。アンカーの巻き取り式タイプのケーブルが内蔵された充電器になります。充電器とケーブルが一体になっているので、充電器は持ってきたのにケーブル忘れたっていうことが防げるような非常に便利なアイテムになってます。で、もうこれ系のですね、ケーブル一体型の充電器たくさんいろんなところから出てるんですけど、個人的にはやっぱこれが一番コンパクトで充電出力もそこそこあって、見た目もスタイリッシュでっていうのがあって、一番気に入っていて、なんだかんだ持ち出し頻度これが高いんだよなっていうような感じですね。で、この巻き取り式のケーブルの他にもう一つ USB-C ポートもついているので、2台同時充電とかも可能ですし、バッグの中に入れっぱなし、もしくはポーチの中に入れっぱなしにするのにはぴったりのいい感じのサイズ感の充電器なんじゃないかなと思います。で、MacBook Pro とか、そこそこ高性能のパソコンをもう少しサクサク充電できるようなパワーが欲しいんだよなみたいな方には、こちらのですね CIO の Nova ポートスリムシリーズが非常におすすめですね。私は特にこの 65W タイプでポートが2つついている、これがめちゃくちゃお気に入りでして、かなりコンパクトでなおかつ薄いんですよね。なので結構ちっちゃいバッグとかにも入れっぱなしにできるのが気に入ってますし、あと何より嬉しいのがこのプラグの部分なんですけど、このプラグがですね、今まで吸盤はここが
は90度までしか開かなかったんですけど、この新型はですねこんな感じでカチッと180度プラグがこうバカッと開くようになったので、壁際だったりとか狭い場所のコンセントでも干渉せずにそのままサクッと挿すことができるので、これさえ持っていればもう挿せないコンセントはないっていうような感じなので、その点で非常に気に入ってます。で、充電器最後のおすすめアイテムがこちらですね。ユーグリーンの 100W の PD 充電対応で、なおかつですね USB-C4 つで USB-A1 つの5ポート搭載しているタイプの充電器になります。私はですねこれ基本的に持ち歩いてないです。お家で据え置きで使っているタイプですね。ただ出張とか多い方の場合はですね、これ一応プラグはこんな感じでしまうことができるようになってるので、持ち運ぶことも全然できるんじゃないかなっていうようなサイズ感ではありますね。やっぱ USB-C ポートは多ければ多いほどありがたいはありがたいんですが、 USB-A のポートも絶対に1つ2つは使うんですよね。なのでその点でも非常に重宝してますし、さらにですねここディスプレイも搭載されているので、今使っているポートでどれぐらいの出力が出ているのかっていうのが一目でわかるようになってます。でしかもですねこんな感じでいろいろディスプレイの内容も切り替えることができるようになっているので、多機能で多ポートな高出力の充電器が1個欲しいんだよなみたいな方には非常におすすめのアイテムになってます。続いてのおすすめアイテムがこちらですね。充電ケーブルになります。 CIO のフレックススパイラルケーブルですね。今割と流行っているこのケーブル自体に磁石が仕込まれていて、ケーブルクリップなしでこんな感じで綺麗にまとまってくれるタイプのものなんですけど、これがですねなんと最大 240W の急速充電対応なんですよ。なのでMacBook Pro でもうゴリッゴリにエージェント系の AI とか回している時とかにも使えるめちゃくちゃ頼りになる充電ケーブルなんですよね。平べったくなってくれる持ち運びしやすいケーブルが欲しいなみたいな方には非常におすすめなので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。続いてケーブルつながりでおすすめのアイテムがこちらですね。モッテルのマグネットケーブルクリップになります。こんな感じで磁石が仕込まれているクリップをですね、よく使うケーブルにパチンと挟み込んであげると金属面にカチッとつけて、でケーブルを収納してみたいなこともできるようになってますし、この土台なしでここのケーブルクリップを直接金属面にカチッとつけるみたいなこともできるようになってます。デスクの木製の天板の裏につけたいときはここがですね貼って剥がせるタイプの、粘着シートになっているので、ここの粘着シートを使って壁とかデスクの天板とかにピタッとくっつけて、でこのケーブルクリップ使ってあげるっていうこともできるようになってます。 USB-C 系のケーブルをスマートかつ便利に収納しておきたいよみたいな方はぜひチェックしてみてください。続いてのおすすめガジェットがこちらユーグリーンから発売されている紛失防止タグですね。カラビナ付きのケースも一緒についてきてくれるので、もうこれ1個買ってあげればすぐにですねなくしたくないものにもうカチッとつけてあげることができるっていうような感じになってます。で見た目はですね正直ちょっと好みが分かれるかなと思うんですが、これ紛失防止タグとしてはユニークかつ優秀なんですよ。これ探すアプリを使って位置を地図上で特定することもできるんですけど、音を鳴らすこともできるようになってます。なんとさらにですねここのですね模様のちょっと白っぽい部分があると思うんですけど、探すボタンをポチッと押してあげるとピカピカ光ってくれるんですよね。なので暗いところとかバッグの中であれどこに行っちゃったんだろうみたいな時とかもめちゃくちゃ探しやすいんですよ。で IP68 の防水防塵仕様になっていて、電池も寿命が長めということなので置き忘れ防止の保険として結構気軽に使っていただきやすい紛失防止タグなんじゃないかなと思います。続いてはですねスマートホーム周りからのおすすめアイテムなんですが、こちらスイッチボットの AI アートキャンバスですね。真ん中なんとこれ e インクディスプレイになっておりまして、自分の好きなイラストだったりとか写真だったりとかをアートキャンバスとして飾っておけるっていうようなアイテムになってます。このですね額縁の作りとかが結構しっかりしていて、絵をちゃんと飾ってる感みたいなのも出せるので、その点が非常に気に入ってますね。で今ここにですね表示しているこのイラスト、なんとスイッチボットの AI に作ってもらったイラストなんですよね。 SF 映画の撮影をしている風景っていうのを浮世絵風にちょっとイラスト化してみてみたいな感じで簡単なプロンプトで指示したものなんですけど、めっちゃいい感じのイラストをですね、簡単に作ることができるんですよね。でしかもこれ最初の 1,2
週間とかは無料で使える AI になっているので、もう買ったらですねすぐにそちらの無料体験していただいて、好きなイラストとかをたくさん作っていただいてここに表示するみたいなのがめちゃくちゃおすすめです。でインクディスプレイの充電に関してはここのですね USB-C ポートでできますし、バッテリー自体がすごい長持ちしてくれるんですよ。最長で2年ぐらい持つらしいので、頻繁にバッテリーの充電する必要とかもないので、完全ワイヤレスで自分の好きなイラストだったり写真だったりを飾りたいんだよなみたいな方には非常におすすめのアイテムになってます。続いてのおすすめアイテムがこちら SD カード類ですね。あくまでカメラを撮影する人向けのアイテムではあるんですが、私はですねこちらのレクサーの2000シリーズを α7-5 で、こちらのですねシルバープラスのマイクロ SD の方は DJI の Osmo Pocket 4で動画を撮るように使っています。やっぱり YouTube やってると、こういった SD カードはですねもう何枚あっても足りなくて、で毎回ですねセールのたびに必ず買い足すようにはしているんですが、今回ですねこれプライムデーで結構お安くなっているんですよね。で私はですねこの2000シリーズに関しては UHS2 という書き込み速度がめちゃくちゃ速いやつを使っているんですけど、このですね書き込み速度が速いやつをちゃんとカメラで使ってあげると録画のエラーとかが本当に起きにくいんですよね。 4K 動画で撮影したいよとか、あと写真を撮るにしても結構連写することが多いみたいな方はなるべくですねこの2000シリーズみたいな書き込み速度が速い SD カードをちゃんと使ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。でこちらですねマイクロ SD の方に関しては一応変換用のアダプターも一緒についてきてくれますし、 DJI の推奨カードにもなっているので、その点でも結構安心して使っていただきやすいのかなと思います。続いてのおすすめアイテムがもうこちらもうだいぶ定番商品になっているかなと思うんですが、エレコムの超強力クリーナークロスですね。もうこれ何回目の紹介というような感じなんですが、画面の皮脂汚れとかあとホコリ汚れとかもう一拭き二拭きでもうさーっと消してくれる、もうデスクに1枚カメラバッグに1枚と常に私も買い足し続けているアイテムになってます。こんな感じでですねちょっと指紋皮脂とかで汚れたディスプレイとかもさささっと拭いてあげるだけでだいぶピカピカになってくれるような感じなので、例えばクリーニングクロスまだ持ってないんだよなみたいな方はぜひこの機会にチェックしてみてください。ここからは日用品系のアイテムをいくつかまとめてご紹介しようかなと思います。まずですね去年の年間ベストバイにも入れたジャケットホルダーですね。こんな感じでバッグにカチッと取り付けてあげたらですね、ここの部分なんですけど脱いだ上着だったりとか、あとストールとかシャツとかをこうやってカチッと挟んでぶら下げて持ち運ぶことができるような便利なアイテムになってます。意外とですね冬よりも夏の方が活躍してくれるシチュエーションが多くて、夏って冷房対策でちょっと羽織るためのシャツとかちょっと羽織るためのパーカーとかストールとかを持ち歩くことが多い季節だと思うんですよね。あとはこういったキャップ帽だったりとか、これですねヘッドホンだったりとかもカチッと引っ掛けて置くこともできますし、なんかここちょっと緩くて不安だなみたいな時とかはこれ長さ調整もできるようになってるんですよ。でしかもここにですね1個プラスチック製の D カンとかがついてるんですけど、ここの D カンの部分とかには、先ほど紹介したこのスマホスタンドとかをこうやってカチッとぶら下げてあげることもできたりとかするので、なるべく両手を開けて身軽に歩きたい夏こそ非常におすすめのアイテムになってます。続いてバッグつながりでもう一つアネカーの縦型のバックインバッグをご紹介したいなと思います。リュックとかトートみたいな縦に長いタイプのバッグと相性がいいものになりますね。でとにかくですねこれ何が特徴かと言いますとポケットの多さなんですよ。もう数えきれないぐらいポケットがたくさんあって、私もですね全部入れられてないです。でさらにですね嬉しいのがこれポケットの他にこの上部のところにですねこんな感じで1個キーフックが用意されているんですよ。私まさにですねこれ家の鍵をこうやってここにカチッと引っ掛けているんですけど、すぐに取り出すものとかこうやって引っ掛けて置ける場所があるっていうのが地味にありがたいんですよね。あと個人的に好きなのがこれペットボトルとかをスッと入れておくことができる長物用のポ
ケットがここに両サイドについているんですよね。なので片方にはペットボトルを入れてあげて、もう片方にはこの季節に欠かせない日傘をこうやって差してあげてっていうような感じで、長めのアイテムっていうのをしっかりバッグの中で固定した状態で持ち運べるのも非常に気に入ってます。物がたくさん入って、なおかつポケットがたくさんあるようなバッグインバッグ探してるんだよなみたいな方には、もうこれ以上ないタイプのアイテムなんじゃないかなと思うので、ぜひですねこの機会にチェックしていただけたらなと思います。続いては私がずーっと愛用している阿蘇さんのブックカバーになります。半透明のさらっとした質感のブックカバーがなかなか今までなかったっていうような感じで、もう今多分読書界隈ではですね使ってない人いないんじゃないかっていうぐらい、もう大流行りしているというか、もう定番なブックカバーの一つになっているんじゃないかなと思います。で、防水性も非常に高いですし、頑丈な作りになっているので、こういったココ付箋クリップみたいな金属製のクリップとかもこうやって挟んであげることもできますし、非常に使い勝手のいいブックカバーになってます。で、サイズ展開も豊富ですし、あとカラー展開も結構いろいろあるんですよね。例えばブラック地にこんな感じでサックスブルーの日重しよりのものとか、あとホワイト地になんかちょっと薄めのパープルのカラー展開のものとか、本に合わせて選んであげることもできるので、ぜひですねこのお得な機会に自分のお気に入り見つけていただけたらなと思います。続いてのおすすめアイテムがこちらです。フレファイルというカードケースなんですが、これがですね阿蘇さんと私深山レベッカとのですねコラボレーションアイテムとなっておりまして、こういった映画の版権だったりとか、あとは一般的なクレジットカードだったりとかを収納することができるようなカードケースになってます。先ほど紹介したこちらの阿蘇さんのブックカバーフォグと同じ材質を使って作ったカードケースとなっておりまして、こんな感じで中が透けてくれるんですよね。映画の版権とかを入れていただくと、何の映画を見たっけなっていうのがこうパッとわかるような感じになってます。で、メインポケットの真ん中にはですねちょっとこんな感じで固めの仕切りが入っておりまして、例えばこの手前側には名刺をこうやって入れてあげて、で奥側にはよく使うクレジットカードを入れてあげてみたいなこともできるようになってます。でこれがですね慣れるとこうやって指で広げながら人差し指でこうやって前側を出す、後ろ側を出すみたいな感じで、形でこうやって簡単に仕切りを動かして、で中身を取り出すみたいなことができるようになってます。でカードケースの裏面にはこれスリットタイプのポケットが2つ用意されてます。でここのですね後ろのスリット2つは結構きつめに作ってあるので、振ってもカードとかは落ちないような仕様になってますね。メインのカードケースとして使っていただけたらもちろんありがたいはありがたいんですけど、結構カジュアルなデザインに仕上げてあるので、自分のお気に入りの映画の版権だったり、あとは名刺入れとして、サブのカード入れとして使っていただくみたいなのも結構おすすめですね。続いてのおすすめアイテムがこちらのウォーターボトルですね。これもですねちょっと前のベストバイ動画で紹介したばっかりなんですが、容量が 760ml と結構大きめなんですけど、これ横がですね少し幅狭めに作ってあることもあって、 500ml のペットボトルとほとんど変わらないようなサイズ感で持ち歩くことができるようなウォーターボトルになってます。で個人的にこれ何よりも嬉しいのが、ここのですね蓋にパッキンが一切ついてないんですけど、横置きしてもひっくり返しても全然漏れないようなしっかり密閉構造になっているんですよね。パーツに関してはこのボトルの蓋と、あとこれ内蓋とこのボトル本体の3つだけなんですよ。でしかもですねこのパーツすべて食洗機対応になっているので、お手入れめちゃくちゃ楽ちんです。でこの内蓋はですね全然使わなくても大丈夫なんですけど、個人的にはこれ結構好きでして、なんでかっていうとこのですね内蓋をつけた状態にしてあげると水が出てくる量がちょこっとになるんですよね。なので歩きながらお水飲みたいなみたいな時とかも襟元とかにバシャーってこぼれたりしないんですよ。その点が非常に気に入ってます。夏のですね水分持ち歩き用のボトルとしても結構おすすめ度高いので、この機会にぜひチェックしてみてください。続いてのおすすめアイテムがこちらなんですが、これがですね微電流式のローラーと T 字カッサのセットになります。ちょっと前のベストバイ動画でご紹介したら思った以上に反響があったものでして、まずですねこちらの美顔ローラーなんですけど、こんな感じでフェイスラインとかをコロコロする
るタイプのよくあるローラーなんですけど、ここにですねソーラーパネルが仕込まれていて、微電流が流れるようになっているらしいんですよ。微電流がちょっとどこまで効いてるかっていうのは私にもわからないんですが、単純にやっぱフェイスラインをしっかりですねローラーでコロコロしてあげると、だいぶですね顔がシュッとするんですよね。でもう一つセットでついてくるこちらの T 字のカッサなんですが、これはですね耳の下とかをこれでこうグリグリっと押してあげると、すっごい顔がシュッとします。下手したらこっちの美顔ローラーよりも私実感があるんじゃないかっていうような感じで、もう本当に時間ないっていう時とかはこっちの美顔ローラーよりも私はですねこの T 字カッサで耳下のあたりをそれぞれこう10秒ずつグリグリっとしてなんかリンパをしっかり流してあげる方を優先するような感じにしてますね。ちょっと美顔系のもの試してみたいなみたいな方はぜひこの機会にチェックしてみてください。続いてのおすすめアイテムがこちら、夜のシャンプーとトリートメントのセットですね。もしかしたら私ここ最近で一番感動した日用品これかもしれないなってぐらいだいぶ気に入っております。実はですね私最近ちょっと白髪が増えてきて定期的にヘアカラーするようになったんですけど、髪がだいぶゴワゴワしがちだったんですよ。でどうにかならないかなと思ってダメ元でまずシャンプーとトリートメントから変えてみようと思って Amazon でちょっといろいろ検索して、最初に買ったのがこの夜のシャンプートリートメントだったんですけど、これはですねめちゃくちゃ私の髪と相性が良くて、これ使ってから本当にですね髪がまたスルーッとまとまってくれるようになったんですよ。もう大感動で、この夜のですねシャンプーとトリートメントいろいろシリーズがあるんですけど、私みたいに定期的にヘアカラーしていて結構ダメージが溜まっている方の場合はこのディープナイトリペアっていうちょっとだけ高めのシリーズがおすすめですね。これにしてから本当に髪がスルッとまとまって、梅雨の時期でもいい感じに髪の毛が落ち着いていてくれてたので、もうほんと手放せないっていうような感じになってます。あくまで私の体感ではあるんですけど、めちゃくちゃ良かったです。おすすめの日用品、最後は大物ですね。こちらちょっとだいぶ使用感が出ていてお見せするのがちょっと恥ずかしいぐらいなんですが、コソリのノンフライヤーになります。このアイテムがですねもう今私の生活には欠かせないものの一つとなっておりまして、先月の買ってよかった動画でもご紹介したんですけど、焼き魚を作ったりとかあとお肉料理を作ったりするときはですね、ここの下の部分にあるバスケットに食材を入れて、ここの上部のタッチパネルで食材に合わせて温度だったりとかあと温め時間だったりとかを調整してあげるだけっていうような非常にシンプルな調理器具になってます。でこれ何よりも嬉しいのが、よっぽどのことがない限り中に入れた食材っていうのが焦げることがないんですよ。完全に放置した状態のまま別の料理をしたりとかあと別の家事とかをしたりすることができる便利な調理器具なんですよね。であと焼き魚でいうとグリルとかフライパンを使っている時よりも匂いが全然少ないんですよね。換気扇ちょっと強めにしておけば全然大丈夫だなっていうような感じなので、その点でも結構いろんな方におすすめしやすい調理器具なんじゃないかなと思います。でノンフライヤーと一緒に使っているですね結構便利なアイテムがありまして、まず一つがこちらですね、オイルスプレーになります。出てくる油の量、オイルの量っていうのを最小限にコントロールすることができるガラス製のスプレーになってます。で私はですねこの中にオリーブオイルを入れていて、先ほど紹介したノンフライヤーでフライドポテトとかを作る時にですねこれを 2,3 プッシュじゃがいもにかけてあげるとめちゃくちゃ美味しい、でも油の量は必要最低限なめっちゃヘルシーなフライドポテトっていうのを作ることができるようになるんですよ。スプレー1回分がだいたい 1ml から 2ml ぐらいのオイルがこうシャッと出るような感じになっているんですけど、ノンフライヤーに限らずフライパンとかで炒め物をする時とかも焦がさないようにまんべんなく食材にオイルを振りかけるみたいなことができるので、食事に使う油の量をヘルシーに抑えたいなみたいな方には非常におすすめのアイテムになってます。でもう一つですね、ノンフライヤーと相性がいいおすすめのアイテムがこちらですね。ノンフライヤー用のシートになります。先ほど紹介したこのノンフライヤー用の食材を入れるバスケットなんですけど、下にこういう風に油
を落とすための網目がついているんですが、結構細かく切った野菜とかもですね、ここの網目を通じて下に落ちちゃったりすることがあるので、ノンフライヤー用のシートをここに敷いてあげてから調理してあげると、下にですね食材が落ちることなく、しかもですねこのノンフライヤー自体にも油がこびりつかなくなるので、洗うのがより簡単になるよということで、ぜひこの機会に一緒にご購入いただけたらなと思います。フライドポテト作る時とかこれあると本当に便利です。続いてはですね、おすすめの食品系アイテムをいくつかまとめてご紹介しようかなと思います。ということで1つ目はこちらですね。じゃじゃん、嫁にもろてプロテインマグケーキになります。これもですねちょっと前のベストバイ動画でご紹介したんですけど、もう私に欠かせない朝ごはんの一つですね。このプロテインマグケーキ、まず何がいいって作るのがすっごい簡単なんですよ。マグカップだったりとか、あとはスープ用のボウルとかにこちらのですねプロテインマグケーキの粉を入れてあげて、あとは水とか牛乳とか豆乳とかを入れて混ぜて電子レンジで 2,3 分チンするだけでタンパク質たっぷりのマグケーキが楽しめるという最高に便利で美味しいアイテムとなっております。だいたいですね1食あたりのカロリーが170キロカロリー前後で、タンパク質が 15g 以上取れるような感じになってます。でそれでいて脂質はですね 2,3g に抑えられていて、でなおかつこれは一応炭水化物が 21g になっているんですけど、これ使われている炭水化物がオートミールなんですよ。血糖値が上がりにくいタイプの炭水化物なので朝に摂るにはぴったりなんですよね。で私プロテインマグケーキに関しては気に入りすぎてて、全フレーバーを毎日ぐるぐるローテーションして回して使っているんですけど、この塩キャラメル風味はですね結構味が濃いめというか、しっかりフレーバーが口の中に残ってくれるなっていうような感じなので、普段ですね味濃いめのものとかを食べてる方はこの塩キャラメルまず試していただくのが一番いいかなと思います。でプロテインマグケーキすでに食べてるんだけど、ちょっと味のパンチが弱いんだよなって感じてる方にですね、ちょっとちょい足しでおすすめしたいものがありまして、セイロンシナモンパウダーになります。このですねプロテインマグケーキ単体でも美味しいんですけど、シナモンパウダーを 2,3g かけてあげるとさらにですねケーキ感がマシマシになってめちゃくちゃ美味しくいただけます。実はですねスーパーでもっと安くシナモンって買えるんですよ。ただそのスーパーで売ってるシナモンって実は正確にはカシアシナモンと呼ばれるものでして、クマリンっていう成分が結構たくさん含まれているんですよね。でクマリンでちょっと取りすぎると肝臓に負担がかかったりするっていう風に言われてるので、私はですね Amazon でいつもこのセイロンシナモンを頼んで振りかけてるっていうような感じですね。で私個人としてはこのセイロンシナモンだけでももう十分かなと思うんですが、いやもっとダイエット中だから甘いものが食べたいんだっていう方はですね、こちらですねラカントって呼ばれるカロリーゼロの甘味料があるんですよ。なのでこのラカントとかをさらにちょい足ししてあげると、より満足感たっぷりにこのプロテインマグケーキ食べていただけるんじゃないかなと思います。残念ながらですねこちらのラカントに関してはセールアイテムではないんですが、このポイントアップ期間中とかに買っていただいて、こういったプロテインマグケーキとか、あとはヨーグルトとかに入れてカロリーゼロで甘いものを楽しみたい時とかに結構おすすめだったりしますね。さらにですねこのプロテインマグケーキつながりでおすすめのものがもう一つあるんですけど、それがこちらですね。 MCT オイルになります。私はですねいつもこの MCT オイルをこのマグケーキにかけるか、もしくはヨーグルトに混ぜたりして使っているんですけど、これがですね中鎖脂肪酸ではあるんですけど結構良質な脂質なんですよね。というのもこの MCT オイルって摂取したらすぐエネルギーとして使うことができるんですよ。朝とかトレーニング前とか、これから体を動かすぞっていうのが分かってる時にこの MCT オイル取ってあげると、脂肪の燃焼をいい感じに促進してくれるみたいなことがあるので、食事の中で脂質が足りないなみたいな時とかはこの MCT オイルをちょい足ししてあげてみたいな使い方にしています。でこのオイル完全に無味無臭なので、プロテインマグケーキにかけても全然気にならないですし、ヨーグルトとかに入れても味が変わることもないので、その点でも非常に気に入ってます。ただ1点これご注意いただきたいのが、一気にたくさん取るとちょっとお腹が緩くなることがあるので、私の場合はですね多
多くても1回 5g ぐらいにしてますね。続いてのおすすめ食品、こちらですね。玄米全ライスになります。もう私のですね、定番のお昼ご飯夜ご飯なんですけど、玄米に加えてこんにゃく米入りのパックご飯なんですよ。もうとにかくヘルシーなんですけど、腹持ちがいいっていうようなご飯になってます。電子レンジで90秒チンするだけですぐに食べれるっていうのと、内容量がですね、これ 160g なんですけど、使われているのが玄米とこんにゃく米なので、これ 160g なのにカロリーが189キロカロリーしかないんですよね。なのでダイエット中とかボディメイク中の方にはめちゃくちゃおすすめですね。あと食感がですね、結構もっちり柔らかめでヘルシーなのにちゃんと美味しいんですよね。で、私の場合はですね、100% 玄米のご飯食べちゃうとなんとなく胃もたれすることが結構あったんですけど、このですね、玄米全ライスだと大丈夫なんですよ。その点も結構相性がいいなっていう風に思ってますし、しかもこれ常温で保存できるような感じになっているので、ストック用の、レンチンご飯として持っておくっていうのも結構おすすめですね。ヘルシーなご飯探している方はぜひ一度試してみてください。で、おすすめセールアイテム最後がこちらですね。カロリミットアップルスパークリングになります。カロリーゼロの炭酸飲料なんですけど、もう私これ大好きすぎて何回リピートしたかわからないっていうような感じでして、実は機能性表示食品となっておりまして、糖や脂肪の吸収を抑えてくれる難消化デキストリンを含んだ炭酸飲料なんですよ。で、味としてはもう普通のアップルサイダーです。で、私の場合はですね、脂質をたくさん摂るお昼ご飯食べる10分15分前ぐらいにこれを飲むっていうような感じにしています。で、これ炭酸飲料で食事前に1本飲んであげると割とですね、満腹感があるような状態でご飯を食べることになるので、食べ過ぎ防止にもすごくちょうどいいんですよね。で、なおかつその後食べる糖とか脂肪の吸収を抑えてくれるんだったらもうなお助かるということで、最近のですね、私のお昼ご飯前の定番っていうような感じになってます。甘いものは飲みたいけどカロリーはちょっと気になるんだよなみたいな方の選択肢の一つにしていただければいいんじゃないかなっていうような感じですね。ということで、今回は Amazon プライムデーのおすすめアイテムをいくつかご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。あとですね、もしよかったら皆さんが今回セールで買う予定のもの、もしくはもう買ったよってものあったらぜひコメントで教えてください。私のですね、散財の参考にさせていただければなと思います。ということで、ここまで長々とご覧いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。